はい、どうも、浦野です。今日はですね、配信用マイクとして最適なこちらのマイクについてお話をしていきたいと思っております。この形によく似たですね、マイクをよく実況者さんとかね、YouTuber さんが使われてるのを見たことあるよっていう方ね、多いんじゃないでしょうかね。そのね、マイクに関しては、手話の SM7B っていうですね、ダイナミックマイクになるんですけれども、今回のこちらのマイク、ファイファイン様から出ている K688 というですね、ダイナミックマイクになっております。でね、この K688 っていうマイクがどんなマイクなのかっていうのを一言で、ね、ご紹介すると、デザイン面、機能面、どちらも高水準で両立できているダイナミックマイクとなっております。でね、最初にお話しした SM7B とこちらのマイク、ちょっと迷われている方、比較検討されている方も中にはいらっしゃるのかなと思いまして、あえてね、そのマイクと比較して、このマイクの概要っていうのをお話しさせていただくと、こちらの K688 に関しては、ファントム電源を必要としないダイナミックマイクという点では SM7B と同じ、同種類のですね、マイクになっておりますが、機能面は結構ですね、違いがありまして、まず一つ目の違いがですね、接続方法ですね。一般的なマイクとかに関しては、XLR ケーブルっていうのが使われているんですけれども、このケーブルでの接続にプラスアルファですね、このマイクは USB Type-C での接続もできるマイクになっております。通常ですね、XLR 接続のマイクっていうのは、パソコンにつなげるときにはですね、オーディオインターフェースってものが別途必要になるんですけれども、この USB 接続した場合はですね、このマイクと PC をですね、USB ケーブル1本で直接ね、接続するだけで使用することができることになりますので、このマイク自体がですね、オーディオインターフェースも兼ねてくれるということになりますね。なので、マイク本体でのボリューム調整だったりとか、マイクミュートっていうのもできたりしますし、あと音声のモニタリングね、どんな音声を取ってくれてるかっていうのを確認するための 3.5mm ジャックもございます。ここにね、イヤホンやヘッドホンをつなげばですね、音声確認することはもちろんのことなんですけど、パソコンから出てくる音とか、例えばゲーム音とかね、そういったものも一緒に聞くことができるようになります。ただしですね、この K688 に関しては、XLR の接続の時にはですね、USB の時に使えていたミュート機能とか、あと音声モニタリングっていうのはできないので、そこだけね、注意していただければと思います。その時はですね、オーディオインターフェース側にその機能があるかと思いますので、そっち側でね、音を管理するというイメージになるかなと思います。で、2つ目の違いはですね、ショックマウントが標準で搭載されているというところになります。やっぱ音声機器ってね、振動にすごくね、気を使わなきゃいけないんですけれども、マイク本体をこういう形でショックマウントで吊るしてありますので、机がちょっとね、揺れちゃったりとかして、ノイズが乗ってしまうみたいな可能性がですね、だいぶ軽減できるのかなと思います。そしてね、3つ目の違いなんですけれども、それは価格でございます。SM7B はですね、約5万円ほどするマイクになっているんですけれども、一方こちらのファイファイン K688 に関しては約1万円ぐらいで買えちゃいます。セールとかしてる時だったら、多分ね、結構割引になって8000円ぐらいとかになるのかな。かなりですね、安く手に入ることができるマイクになっておりまして、この差は結構大きいですよね。初めてマイクを購入しますって方に関しては、SM7B を買う選択した場合はですね、別途ね、オーディオインターフェースも必要になってきますし、あとはやっぱりダイナミックマイクの性質上なんですけど、原因というか音量はね、ちょっと低くなっちゃうので、その本格的な運用されたい方というのは、プリアンプもね、セットで購入される方が多くて、そのプリアンプがだいたい25,000円ぐらいするんですよね。なので、そういった諸々の他のですね、必要な機材とかを合わせていくと、結構な出費になるんですよね。で、一方で、この K688 に関しては、USB1 本でね、
パソコンに接続することができて、録音することができますので、かなりですね、手軽に配信を始めることができるというようなマイクになっております。で、そんなダイナミックマイクなんですけれども、音質の方はね、どうなのかっていうところ、やっぱ気になりますよね。なので、ここからは実際に音質の比較っていうのをしていきたいと思っております。ただね、すいません。散々名前出しておきながら、自分がですね、手話の SM7B は所有していないので、今回はそちらのマイクとの比較はできないんですけれども、ちょっとですね、別のマイクで比較しようかなと思っておりまして、今回ですね、この2本と比較していきたいと思います。で、一つはですね、同じダイナミックマイクで、よくマイクと言われてね、イメージするのこの形なんじゃないかなと思うんですけど、こちらね、オーディオテクニカさんから出ている3、4000円ぐらいで買えるダイナミックマイクになります。ちょっとこれの音質の比較と、あと2本目はですね、同じくオーディオテクニカさんのマイクなんですけれども、こちらのね、コンデンサーマイクと比較していきたいと思います。でこちらもね、よく配信者さんとかが使っているマイクになっておりまして、AT2020 っていうですね、マイクになっております。こちらはダイナミックマイクではなくて、コンデンサーマイクになるんで、厳密に言うとちょっと全然ね、違うマイクになるんですけれども、やっぱり、コンデンサーマイクとダイナミックマイクどっちがいいのっていう風にですね、迷われてる方もいらっしゃるかなと思いますので、こことのね、比較っていうのもちょっとしていきたいなと思っております。で、まずはですね、この K688 に関しては USB 接続をした状態で、オーディオテクニカのね、このダイナミックマイクと比較をしていきたいと思います。はい、ということでマイクのチェックをしていきたいと思います。現在はですね、K688 の USB 接続で音声を収録しております。音質の方はいかがでしょうか？はい、では次はですね、こちらオーディオテクニカさんのダイナミックマイクで収録をしております。ちょっとマイクスタンドね、どっかやっちゃったんで、今手持ちで持ってるんですけれども、極力ですね、口元、マイクとの位置はですね、一緒になるようにして撮っております。音質の方はいかがでしょうか？ではですね、次は、また同じくね、K688 に関しては USB 接続で、今度はこちらのコンデンサーマイクとの比較をね、していきたいと思います。はい、では次はですね、こちらのオーディオテクニカさんのコンデンサーマイクで収録をしております。極力ですね、マイクの位置とかは同じになるようにしております。ちょっとね、ポップガードとかもない、そのままの状態で撮ってるんですけれども、音声の方はいかがでしょうか？ではですね、ここからに関しては、この K688 をですね、XLR 接続した場合、いろいろなパターンで比較をしていきたいと思います。はい、現在はですね、こちら、Fifine の K688 に XLR 接続して音声を収録しております。オーディオインターフェースをね、かましているんで、聞こえ方がちょっと変わるかなとは思っているんですけれども、音質の方はいかがでしょうか？音質の方はいかがでしょうか？音質の方はいかがでしょうか？音声の方はいかがでしょうか？はい、ということでいかがでしたでしょうか？自分でもですね、今聞いてみたんですけれども、音質かなりいいですね。なんかダイナミックマイクとして、XLR 接続の場合って、ちょっと原因がね、弱くなりがちっていうのがあるんですけれども、USB 接続で話してる場合、結構ね、音量も出ている感じありましたね。やっぱりですね、YouTube とかで、声が小さめの方ね、割といると思うんですけれども、その方の声を聞くためにね、動画の音量を上げてたら、急に来たね、広告が音大きすぎて、鼓膜やられちゃうみたいなね、あれ結構びっくりするんですよね。実は YouTube って、アップロードするときのですね、適正音量っていうのが決められておりまして、それがね、思った以上に音量を決めてね、設定されてるんですよ。なので、広告とかはその基準に合わせて作られてあるんで、こういうことがたまに起きてしまうわけなんですけれども、ちょっと脱線しちゃいましたが、このね、K688 はダイナミックマイクにはなるんですけれども、USB 接続しておけばですね、その辺の弱点っていうところもあんまりね、気にならなかったんで、使い勝手ね、かなりいいんじゃないかなと思いました。で、またね、音質に関してはですね、こちらのオーディオテクニカさんのダイナミックマイクに比べるとですね、全然綺麗にクリアな感じで聞こえましたね。
ただ、コンデンサーマイクと比べるとですね、若干高音域っていうところが弱めなのかなと感じましたね。音量とかも加味すると、やっぱり一番クリアに聞こえたのはコンデンサーマイクだったのかなというふうに思いました。で、この K688 はですね、どちらかというと、中音域に寄ってるような感じがあって、声だけをね、やっぱりしっかりと拾ってくるっていうのが得意なマイクなのかなというふうに感じました。どうしてもね、コンデンサーマイクとかって指向性と言いつつもですね、周りの音とかも結構拾っちゃうので、静かな環境下ではさっきみたいにね、本領を発揮するマイクではあるんですけれども、ゲーム配信とかリモート会議とかに関しては、このね、K688 の方が使いやすい場面もあるのかなというふうに思いました。で、この K688 も単一指向性のマイクになっておりまして、正面からのね、声はしっかりと拾ってくれるんですけど、横からのね、声っていうのはかなり聞こえ方変わるかと思うんですけれども、周りの音をね、拾いにくいというかですね、しっかりと声だけ拾ってくれるというところが得意なね、マイクになっているかなと思っておりまして、例えばゲーム配信でキーボードのカチャカチャ音ね、気になる気にならないの問題ってね、あるかと思うんですけれども、その辺とかも軽減してくれるかなと思います。はい、ということでね、ゲーム配信でよくあるこのキーボードのカチャカチャ音がね、どこまで気になるかっていうところ、確認していきたいなと思っております。もともとこのキーボードが割とリニアっていう静かめのね、軸になっておりますので、そんなに気になることはないとは思ってるんですけれども、音は結構してますので、どんな感じで聞こえるかっていうところのテストですね。いかがでしょうか。はい、では今度はですね、こちらのコンデンサーマイクでキーボード音がね、どこまで入るかっていうところをチェックしていきたいと思います。はい、こんな感じですね。はい、カチャカチャ音はどうでしょうか。はい、ということでですね、今回はファイファイン様のダイナミックマイク K688 についてレビューをさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。結論をね、まとめると、配信とかリモート会議とかにおすすめなコスパ最強のダイナミックマイクだと思います。デザインもね、すごくかっこいいんで、配信のワイプとかでね、これが映ってたら、お、この人でなかなかやるなと。見栄えもね、良くなるんじゃないかなと思っております。一応ね、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひですね、一度覗いていただければなと思います。ファイファイン様は、こちらのね、マイクの他にも、いろいろとオーディオ関連の製品がね、豊富にありますので、そちらもぜひチェックしていただければと思います。はい。ということで、今回の動画はこんな感じでございまして、こちらのチャンネルではこんな感じで撮影機材の話だったりとか、あとデスク周りのね、ガジェット類のレビューをさせていただいているチャンネルでございます。今回の動画がいいと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ということで、今日のところはこの辺で、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。